When much to my surprise, I like to skip along. 50年以上前、3人の宇宙飛行士が月の砂を踏みしめました。これはアポロ計画における最後の月面着陸ミッションであると同時に、人類が月面に足跡を残した最後の瞬間でもありました。宇宙飛行士は月面で何を見たのか、冷戦の遺物アポロ17号のすべてを実写画像とともにたどっていきます。1972年12月7日、36階建てのビルとほぼ同じ高さのロケットがアポロ17号を背負って地球を旅立ちました。豪快に広がった炎が夜空を真昼のように照らします。約9分後に宇宙船は地球周回軌道近くまで達し、約3時間12分後にはロケットの第3弾が再び点火。時速約39,000km に加速されたアポロ17号は地球周回軌道を離脱し、月へ向かう長い航海に乗り出しました。この時点でアポロ17号は最後の月面着陸ミッションになることが決まっていました。そもそもアポロ計画は冷戦におけるアメリカとソ連の宇宙開発競争として始まった国家プロジェクトです。月に人類を送り込むことで国家の威信を示すという政治的目的が莫大なコストと無理なスケジュールを正当化していました。月面着陸を成功させた時点で国家予算を圧迫してまでアポロ計画を強行する意味は薄れていきました。世論の関心も国家予算の優先順位もスペースシャトルや国際宇宙ステーションへと移っていきました。アポロ計画は段階的に縮小され、当初予定されていたアポロ20号までのミッションは中止されました。アポロ17号はその整理の過程で残された最後のミッションです。だからこそこのミッションには明確な役割がありました。それは二度と行かないかもしれない月でできる限り多くの科学的成果を持ち帰ること。過去最多のサンプルを回収するため、月面滞在時間、探査範囲ともに最大の規模となりました。政治闘争の象徴ではなく、科学的なミッションの集大成に、アポロ17号は冷戦という特殊な時代が生み出した計画の静かな締めくくりだったのです。月へ向かう3日間の航行はおおむね順調に進みました。船長のユージン・サーナン、司令官操縦士のロナルド・エヴァンス、月着陸船操縦士のハリソン・シュミットの3人は宇宙空間で初めてヘルメットと手袋を脱いで食事をとります。途中、クルーは交代で睡眠をとりつつ、船内での作業や地球の眺めを楽しみました。航行中に宇宙に浮かぶ地球の姿がカメラに収められています。青いピンポン玉のような美しい光景は、アポロ計画末期の中でも特に有名な一枚です。航行開始から約83時間後、アポロ17号は月の引力圏に突入。宇宙船が月の背後に回り込んだことで、一時的に地球との通信が途切れますが、無事に月周回軌道への投入に成功しました。管制センターとの通信が回復すると、サーナン船長が予定通り月周回軌道に到着したことを報告。緊張感に包まれていた管制官たちを安堵させました。12月11日、月面に降りる日です。月周回軌道上で司令船にエヴァンス飛行士が残り、あとの2人が司令船から分離した着陸船で月面に降下を始めました。着陸船は高度約 110km の軌道から降下軌道に突入します。着陸船が月面への軟着陸に成功。合計3回、22時間4分に及ぶアポロ計画最後となる船外活動の始まりです。今回の着陸地点は、これまでで最も端に位置するトーラス・リトロー峡谷。トーラス・リトロー峡谷は標高1500メートルから2000メートルの高い山に
両側から挟まれています。両側の壁には古い地殻がむき出しになっており、月の成り立ちの手がかりになり得るサンプルがあると考えられていました。また、軌道上から表面を観測した際に、比較的若い火山活動の痕跡と思われる堆積物も発見されていました。トーラス・リトロー峡谷は、謎に満ちた月の歴史を新しい年代と古い年代から同時に検証できるかもしれない場所だったのです。着陸や移動がしやすい地形であることも着陸場所の決定を後押ししました。船外活動の最初の仕事は着陸船に格納されていた月面探査車を展開することです。宇宙飛行士が月面で使う移動手段はルナローバーと呼ばれる軽量の電気自動車。月面探査車が初めて使用されたのは1971年のアポロ15号のミッションでした。最低限の骨格を備えた頼りない外観に見えるかもしれません。しかし、重力が地球の6分の1しかない月面でも縦横無尽に動けるように設計されています。宇宙飛行士が地球と同じ感覚では動けない状況において、移動効率の面で月面探査車の運用は欠かせません。サーナン船長とシュミット操縦士は着陸船からおよそ9メートル離れた地面にアメリカ国旗を掲げました。1回目の船外活動では着陸船の付近に科学観測装置を設置しました。地震計や月面重力計といった観測装置のパッケージはクルーが月を離れた後も長期間にわたって作動し続け、月の観測データを地球に送ります。初日の活動中、思わぬハプニングも発生しました。サーナン船長が月面探査車の泥よけフェンダーを宇宙服のポケットから飛び出したハンマーで誤って引っ掛けて外してしまったのです。フェンダーを失った月面探査車は走るたびに砂ぼこりを巻き上げるため、電子部品や宇宙服に細かい塵が降りかかってしまいます。月の表面に積もった細かい塵はレゴリスと呼ばれています。地球のように有機物でできたものではなく、隕石や太陽からの過電粒子の衝突によってできた鋭い粒子です。機械の隙間に入り込めば故障の原因になり、人間が吸い込めば深刻な健康被害をもたらす危険な物質でもあります。レゴリスを巻き上げてしまう状態で放置することはできません。最終的に手元にあった予備の地図など薄いプラスチックの板を何枚か束ねて月面探査車に取り付け即席のフェンダーを作りました。この応急処置により2日目以降の走行では塵の舞い上がりが大幅に軽減され調査を続けることができました。2回目の船外活動では着陸船から最大 7.6km 離れた場所まで走行しアポロ計画での最長移動距離を記録。目的の一つだった40億年以上前の岩石も回収でき、月面から持ち帰られた中で最古の岩石となりました。直径100メートルのショーティークレーターの周辺では珍しいものが発見されました。月面で一般的に見られる灰色の砂ではなく、鮮やかなオレンジ色の砂があったのです。後の分析によってオレンジ色の土壌の正体が細かいガラスの粒であり、チタンを多く含む火山由来の物質であることが判明しました。数十億年前に火山活動の過程で生成され、それが隕石の衝突によって掘り起こされたのです。これは過去に火山活動があった貴重な証拠となりました。月面は灰色の平原が広がる光景ばかり目に浮かびますが、そうでもありません。着陸地点の周辺は高低差があり、クルーは月面探査車で標高約80メートルの地点まで登りました。最後となる3回目の船外活動の際には、家ほどもある巨大な岩を発見。この岩には斜面を500メートルほど転がり落ちてきたことを示す痕跡があり、数個の破片に割れていました。任務の終わりが近づく中、2人は月面探査車に乗せたテレビカメラをセッティングします。着陸船が月面から飛び立つ様子をテレビ中継するためです。1972年12月14日、月に別れを告げる時が来ました。
サーナン船長とシュミット操縦士は月着陸船に乗り込み、離陸準備を整えます。99 proceeded 3, 2, 1 ignition. エンジンに点火した着陸機の上部は小さい重力を味方につけて勢いよく上昇。軟着陸の台座となった着陸機の下半分と月面探査車は月面に残り、地球に帰還するアポロ17号のクルーを静かに見守りました。周回軌道に復帰した着陸機の上部は月周回軌道上で待機していた指令船とドッキング。回収したサンプルや工具類を指令船に移し終えると、役目を終えて不要になった着陸機の上部を切り離します。空になった着陸機の上部はそのまま落下し、月面に激突しました。アポロ17号が月面に残していった残骸は30年以上が経った後、上空から探査機によって写真に収められています。非常に小さいですが、放棄されたままの着陸台や月面探査車がうっすら見えます。3人が揃った指令船は月に背を向け、地球への帰還航路に入りました。12月19日、帰還カプセルが大気圏への再突入を始めます。減速用のパラシュートを展開し、南太平洋上に無事着水しました。これにより、アポロ17号の12日間に及ぶミッションは全行程を完了。大量のサンプルを回収し、これまで以上の科学的成果を上げたアポロ17号は、約10年間続いた壮大なプロジェクトにひとまずのピリオドを打ちました。サーナン船長は月面から立ち去る際にこのような言葉を残しています。我々は月とトーラスリトロの谷を去るにあたり、来た時と同じように去りゆく。そして神のご加護があれば、いつの日か必ず戻ってくるだろう。全人類の平和と希望を胸に。月面に刻まれた彼の最後の足跡は、半世紀以上もの間、後に続くものが現れるのを待ち続けています。アポロ17号の達成した数々の記録と成果、そして月で交わされた最後の言葉は、人類が再び月に挑む日まで色あせることなく語り継がれていくのです。そして人類が再び月に挑む日が間もなく訪れようとしています。アルテミス2、NASA が主導する有人月探査ミッションで半世紀ぶりに人類が月に戻ります。月面着陸は行わず、約10日間をかけて月周回軌道で地球に帰還する試験飛行です。すでに SLS ロケットとオリオン宇宙船の発射台への移動は完了しています。早ければ2026年2月6日に打ち上げられる予定です。来週はアルテミス計画を徹底的に掘り下げるので、興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。